皆さんこんにちは。アクアビットの田中です。今日は高架機動隊 4KIMAX リマスターを見てきた感想、そしてその興奮をお伝えしようかなということで企画しました。で、今回も私だけでなく弊社スタッフのミッシャンとお互いの感想をぶつけてみたいなと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうでした IMAX？ いや、いいよね IMAX、迫力がやっぱ段違いだよね。はい。特にその映像は当然 4K で高精細なんだけど、ちょっと絵はセル画のままなんだよね。あ、もちろんそうですね。だからそのオープニングタイトルで出てくる文字が、あれぼやけてんじゃんみたいなソフトフォーカスな文字でしたね。なんかそういうところであれと思ったんだけど、いやアナログテイストのあるデジタルなんだなって、これはこれでいいなと思いましたね。はい。ミシャンどうだと思うの？IMAX 版で見て初めて気づいたことが、とにかく高精細になって音響も変わったことで、今まであんまり耳に入ってなかった音が聞こえるようになって、例えば冒頭で絨毯を踏む音とかが聞こえるんですよ。絨毯踏むうわ見てるねこの音私聞こえてなかったと思ってディティールの部分がくっきり際立ってきた感じがあって、もちろん鳴ってた音なんでしょうけれども、私の耳にちゃんと入ってなかった音だったなと思って、何回も見てるからだよね、そういうの気づくの。そうなんですよ。IMAX の迫力で見ると、特に高精細に対してバトさんが最新型の重機関銃みたいなので撃つわけだけど、ああいう音とかこれすごいなと。一番ショックだったのが、いや今田中さんも言ったからあれだけど、最後指向戦車じゃなかったですね。あれ違ったっけ？私も指向戦車だと思ってたんです。最後に、で人形使いと素子さんをつなぐときに、馬頭さんがその戦車を介してつないであげるんですよね。指向戦車につないでると思ってたんですけど、今回 IMAX 版で見たら、撃たれたおっさんが乗ってて、指向戦車じゃないんですよ。あれ AI オペレーターがいて操縦している戦車だったんだっていうのを今回の IMAX 版で初めて気がついて、一瞬映画館で顔を覆いましたなるほど。いや今僕言われるまで気づかなかったよ。小さいテレビの画面とかで見ていると、全体が見えてるんだけれども、むしろ焦点としては絞って見てるんですよね。映画館の大スクリーンの高精細の画面で、ちょっと暗いところもくっきり明るく映る画面で見て初めて、あ、人がいるっていうことに気がついて、自分的にはショックです。僕今聞いてショック。あとやっぱり僕音って意味ではすごいこの IMAX 聞いてよかったなと思うのは、西田勝栄車中ね。最初オープニングから民謡と無国籍な、これ本当日本ならではだと思うんだけど、こういう独特な音楽表現があるじゃないですか。でこれが IMAX で聴けたっていうのは劇場で見る価値があるなと。未来の舞台に対して音楽っていうとテクノ系の、シンセサイザーとかの音楽を使うのが普通というか一般的な感じがしてるので、それに対して太鼓の音とか、人の肉声、しかも人でないとなかなか出ないような音色の肉声にこだわったっていうのはマリアージュですよね。でもこれってやっぱり新しいものを生もうとする、面白いものを生もうとすると、やっぱり一つの世界観を作るって意思みたいなものがあって、この人に全権を託すと、そういうふうにして作らせたから結果的にできたことで、クリエイティビティって一人の天才に任せて作らないとみたいなところありますよね。で映画館間違いないミッションのところってどうだった？はい、新宿歌舞伎町の方で始まった回の、1回目なので、もう公開を待ち望んでた皆さんで埋め尽くされてたと思うんですけれど、僕も翌日の新宿だったけど、僕の回もソーシャルディスタンス一席置きだったけど、もうほとんど満席で、こんな古い作品で、まして別にプロモーションもそんな人入ってないんじゃないかと思ったけど、本当に思った以上に人が入ってて、しかも IMAX 高いのに。そうね、だって1900円プラス600円だから、2500円ですね。だよね、そんな多くないだろうと思ったら舐めてたね。根強いファンの存在を確認したっていう感じですね。作品自体もネットフリックスとかでも見れるわけじゃん。しかもエクストラの、お金まで払って、こんなに見るっていうのは本当ちょっとびっくりしたそうですね。歌舞伎町で見てよかったなと思いました。映画館出てきた時に、歌舞伎町の
なんでしょう、わい雑なこう看板がいっぱい並んでるあの雰囲気が割と映画館の中で見てた雰囲気とちょっとリンクするというか、カオスな感じが近い感じがあってよかったですね。すっごいわかる。25年経っても愛される作品だと思う。そうですね。別な表現が僕ね、味わえる作品だと思うんですよ。今っていろんなフローなものが多い中で、何度見ても飽きないとかね、いろんな発見があるっていうのはやっぱそれだけ奥深いものがあるからであって、これは未来予測でも書いてるんだけど、本物ってもう一言でもそういうことなんだなと。そうですね。本物は残る。これからいろんなものが溢れてる中で何を選ぶかっていうのが重要になってくる。でもその中で本物を選ばれるっていうか、長く使えるものがいいよねっていう傾向って非常に強くなってくると思うんですよ。莫大なコンテンツの中から私たちは選択していかなくちゃいけないっていう状態があって、その選択実はたくさんの中から選べるようで、たくさんのものと出会えるのが難しくて、逆に自分がよく知っている好きなものからしかつながっていかないっていうところありますもんね。ニュースとかでもさ、昔は新聞とかテレビとかしかなかったのが、だってネットニュースだけでもとんでもないからじゃない。一度でもタップすると、もうそのニュースばっかり関連でどんどん上がってくるじゃないですか。延々見ちゃうよね。でもそれは本当にもうフローな、その場限りなものって起きて、もちろんそれは決して悪いことばっかりじゃないけど、でこれからの日本って考えるとやっぱりちゃんと奥行きのある本物をいかに生み出すか、この広角機動隊も25年生き残ってる大きなヒントになると思うね。この映画出た時って Windows95 が出たことそうですよね。僕も覚えてる。パソコンまだ珍しい。でごく一部の人たちが半信半疑ながらようやく細い線でインターネット使い始めたっていう頃ですよね。パソコン通信から要するにオープンなインターネットになって、ビル・ゲイツはあの頃まだインターネット信じてなかったですから、こんな危険なものが使われるかっつって、まだマイクロソフトは MSN を一生信じてて、ちゃんとセキュアなネットワークを自分で作るんだみたいなこと言ってた。なんで MSN 言ったら結局そういう無法地帯みたいなインターネットが使われるわけねえだろうって、僕もそう思ってたし、インターネットってまして子供がね、こんな無法地帯を歩き回るなんてことはちょっと想像がつかなかった。だからちゃんとミシャそんなぜ続いてるのかっていうのをなんか感じたことってある？冒頭いきなり出てくるのが、企業のネットが星を覆い、電子や光が駆け巡っても国家や民族が消えてなくなるほど情報化されていない近未来。今じゃないですか。今じゃないですか。25年前にこれを読んだ時にはピンとこなかったですよ。でも今見たらまんま今じゃないですか。最初国家や民族が消えてなくなるほどじゃない情報化。消えてなくなってはいないけれど、例えばイスラム国みたいなね、国を持たない国みたいなものとかが実際に生まれてしまうことがあり得るわけじゃないですか。やっぱりシモン先生本当やっぱり未来から来たの。いや本当広角機動隊っていう名前そのものがね、ダブルミーニングだと思うんですけれど、ダブルミーニング、今回出てこなかったんですけれども、思考戦車たち、思考戦車、はい思考じゃなかった、立駒ちゃんたちが活躍するのが広角機動隊だっていう、そういう意味での殻と、もう一つはやっぱりこう自分を自分という限界に押しとどめる殻ですよね。そのゴースト・イン・ザ・シェルのところで、なるほど。その殻っていうのは、素子さんは最後自分をこう限界に押しとどめる殻を脱ぎ捨てて、新たなネットの海に旅立つっていうような話ではあるんだけれども、じゃあそのネットの海というのが広大であればあるほど、私たちは怖くて出ていけない。せっかくその広がる自由な海があるのに、自分の知っていることばかり検索して、自分の興味のあるところばかりで集まって、海があるんだけれども、なんか海の水を汲んできてビニールプールで遊んでいるみたいな。わかりやすいね。ついなんか安全なところで、そうなんですよ。だからできるところで殻にこもってるんじゃないかなっていう気がしていて、広角機動隊で描かれていた広大な海というのは確かに存在するのに、私たちはそれを使えてないっていうのを感じているので、そこを使えるようになるってどうしたらいいんですかね。なんかこう今の話って未来予測に通じるところで、特にクラウドロニクスって言ってる、これによって業界の境目がなくなるっていう、業界の形も変わり境目がなくなると。でも実際見てると
でうちなんとか業界ですっていうので、そこからなかなか出ようとしないっていうのがある。でも例えばアマゾンって考えた場合に、アマゾン何屋さんと、もともと e コマース本のから始まって、でも広告宣伝もやってるし、例えば物流もやってるし、でさらにさっきの金融もやってたりとか、あとコンピューターで言えば AWS をはじめとして IT でもあるわけでもね、何屋さんかわからないっていう、こういうのがどんどんいろんな業界出てくる。もっともっと自分の業界だけじゃなくて外を見ましょう、広い視点を持たなきゃなんないっていうのはその未来作りにもすごいつながるところだなっていうのを感じたりもしますよね。で見る前この動画を一つ撮った時にみっちゃんと原作と違うっていう話を聞いて、それで僕も興味を持って改めて原作読んでいただきました。読みました布教しています私は。いや最初は避けてた、食わず嫌いだったのね。でところが今回やっぱ 4K YMAX 見るにあたって、原作のコミック読んでみた方がいいっていうので、で前回ミッシャンと動画を撮った時に押井監督は原作のいいところをしてよくここまで自分の表現したいことを作りましたねと今ならキャラ改変にファンになりますよみたいな話を最初意味分かったんだけど、原作読んで確かにこれは相当変えてんなっていうのは読んでねすっごいよく分かった。違うね。違うんですよ。これをすごい言いたいんですけど、映画でも「そうささやくのよ私のゴーストが」っていうセリフあるじゃないですか。テレビシリーズにももちろんあって、で原作にももちろんあるんです。使われ方が原作と違っていて、映像化されてる話ではテレビ版でも映画版でも、この「ゴーストのささやき」っていうのはいわば刑事の勘みたいな意味で使ってるんですよ。そうだね。ロジックではない自分の直感として、この案件はおかしいから私調べてくるわみたいなことを、ゴーストのささやきみたいな感じで取り上げてるんですけど、全然原作では違う文脈でこの同じセリフを使っていて、原作ではそういうクソ野郎どもを一掃するために猿と取引したんだ、やってやろうじゃないのそうしろとささやくのよ私のゴーストがって。なるほど。これはね、素子さんの熱いおまわりさんとしての魂の叫びですよ。なるほど。素子さんのキャラ設定の違いにクールな感じに映像化されてしまったから、そのゴーストのささやきっていうのを、直感的なくくりで使ってるんですけれど、原作で使われている私が人として心からやりたいことっていうようなところで使っているセリフだったんだよねっていうのは、原作布教者としてちょっとお伝えしたい違いですね。改めてやっぱ白又宗先生の、世界観が最初にあったことだなって本当に原作読んで理解した。特にそのコミック版って欄外のに細かい設定とコメントが入ってる。すごいんですよね。それを見て興味を持って読んだのよ。ってところがすっごい専門的すぎて読んでも分かんないっていうのは、マニア心をくすぐる。細かい設定のもとに書かれてるっていうのが分かるんだよね。例えば水素を使った自動車みたいな話も普通に触れてあったりするので、これって、いやいやこの時代にないですよ、水素で走る自動車。今ようやく太陽光発電の発力が上がってきて、車に本格的に4年につけようかみたいな話出したところ、これ2巻なので2001年の発表ですね。いや20年前にすごいよね。水素自動車の話書いてるっていう。ただ今回の映画で作った押井守監督はこういうのってすごい面白いけど、この原作をまんまだとマニアックすぎて一般の人は受け入れるの難しいなと思ったのね。だから誰にも分かりやすいストーリーに仕立て直した。でも難しいですけどね。ツーマンセルで2丁下げでもジャムが怖いとか言われても何言ってんの見る側にも割と知識が必要なところがあったりする。そのクリエイターの生かし方みたいなものってすごく大事だなって思いますよね。例えばネットフリックスオリジナルさんも制作費を映画並みにかけて高品質な映画とかを作ったりもしているけれど、一方で現状に沿わないところがあったりして、これ聞いた話なんですけど、ネットフリックスオリジナルってドラマすごい面白いのに、アニメあれっていうの結構あって、でなんでかなと思ってたんですけれど、日本のアニメって
アニメ放映そのものじゃなくって、その後のグッズとか円盤とかの版権で儲けるっていうビジネスモデルなんですよね。そうだよね。でもネットフリックスの作った権利は全部ネットフリックスの方に行ってしまって、クリエイターさんにはその作った分の制作費しか下りないんですって。なるほど、半径は全部向こう。でそうするといいもの作れば作るほど、後から入ってくるはずのお金っていうのが全部ネットフリックスに行っちゃうから、ネットフリックスオリジナルはそこそこいいかなっていうものを出しておいて、本当にこれはいけるぞって思うものは自分たちのところで作るっていうなるほどね。のがあるっていう話をちょっと聞いて、なるほどって理解しました。なるほどね。多分いろんなところで起きていて、例えば講談社だったかな、がアマゾンに直接卸すようになるって、その取り次ぎ店という制度を通さなくなるっていう、これも多分すごく業界には激震が走っている話で、一回電子書籍全部削られたんだよね、アマゾン。でそれで和解というか、折り合いつけて直取りになったんだよね。きっとこういうことってあちこちで起きてるし起きますよというのが、未来予測としても言いたいところですよね。そうだよね。いずれにせよこの映画の話に戻すと、映画とコミックの違いっていうのがあって、その2つの才能が下手に口出さずにやったから、ここまでできたのかなと。で結果的に今原作とは違うけど多くの人に受け入れられたっていうのはもう事実で、例えば海外ではマトリックスに影響を与えたってことも有名だったりとか、で今の続くこの広角機動隊のポジションできた、その入り口になった作品だったっていうのは間違いないと。長い時間愛される本物を作っていくっていうことがこれから多分必要になってくると思うんだけど、ヒントはね、2つの才能いかにお互いリスペクトしながら作り合うかと。じゃあアライズどうなのとかネットフリどうなのみたいな話って僕はそんな風になってないと思うんで、なかなか難しいところなんだけど、どうしても私たちちょっと年代が上なのでドラえもんは大山信代じゃないとみたいな、そうね、今変わってる、最近じゃないけど変わってるじゃない。全然なんかそれだと新しいものが入ってこなくなるので、そこはちょっと偏見を持たずに新しいものを見ていきたいと思っているし、新しいファンが増えたらいいなって思いますね。時代に合った新作が生まれることで世界が広がっていくと思うので、劇場で見ててお客さんの年代ちょっと高いよねっていうのは気になっていて、そうだよね、もうちょっと若い人もたくさん見てくれたらいいなって思ったんで、大体30代から40代ぐらいの人たちがすごい多かったっていう、劇場の客層ちょっと独特だったよね。そうですね、世代間格差みたいなのこれからどんどん広がっていくと思うんですけれど、それもまた殻にこもる一つの理由になっていくわけじゃないですか。新しいものを取り込んでいかないと、ファンが高齢化していくとともにそのコンテンツも死んじゃうみたいなふうになっていくからね、そのためにも新しいものを生んでいかなきゃならないと。子さん顔してたらダメですよ、田中さん。もうやばいよ、ただのもうロートルになっちゃうね。この作品が長く生き続けていくために新しい人たちの風をどんどん入れて、若いファンが増えていくといいなと思います。なるほど。最後にこれから見る人たちのためにどんなメッセージを送りたいですか？布教者としてはやっぱり、ぜひ原作読んでねっていうのもあるし、原作じゃなくてもいいんで、今劇場に行く前にいくらでも見る方法があるじゃないですか。Amazon プライムとか Netflix とかいろんなところで作品が見られるので、ぜひ字幕付きで見てほしい。字幕付き、字幕付き。文字情報も入ってくると意味が分かることが結構あるので、なるほどね、字幕付きで見た方が話がすごく分かりやすいし、関係性とか固有名詞とかハードルがぐっと下がるので、一度字幕付きで見ることを私はお勧めしたいです。なるほど。僕もこれから見る人にやっぱお勧めしたいのは、やっぱ原作映画では表現しきれてないであろう裏の設定とか本来のストーリーとかより興味深く楽しめるっていうこともあるし、今ミッションも言ったように通常版見てからの方がただストーリーを頭に入れてそれを見るっていうのもまた一つの楽しみ方かなと思ったりします。今日は広角機動隊 4KIMAX リマスター版を見た感想ということで、お話してみました。未来予測と未来を考えるっていう視点でぜひ見ていただければなと思っています。はい、11月の映画もぜひだね。はい。11月。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。